プッシャーでワークを押し出すとき、Python スクリプトで制御する方法について説明します。本動画は、プッシャーでワークを押し出すために必要な設定の続きから設定します。プッシャーでワークを押し出すために必要な設定が完了しているファイル、プッシャーに_after.vcmx が必要です。Python スクリプトを追加し、プッシャーが動作するプログラムを記述します。プッシャーが Z 軸方向に動作するための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン1を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、comp=getComponent と記述します。servo=comp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照することができます。括弧内にサーボコントローラーと記述し、名前を指定します。シグナルを参照するため、app=comp.findBehavior app と記述します。同様に、ビヘイビアのダウンを参照します。変数名はダウンです。x1a=comp.getProperty と記述することで、コンポーネントのプロパティを参照することができます。括弧内に x1 と記述し、名前を指定します。同様に、プロパティの x2 を参照します。変数名は x2a です。def 音欄と記述することで、シミュレーションの開始時にプログラムを実行することができます。プッシャーの初期状態とプロパティの値を一致させるため、プロパティに初期値を設定します。シミュレーション開始時、リンクアンダーライン1は0の位置にあるため、x1a を true、x2a を false に設定します。while true と記述し、以下のプログラムをループさせます。トリガーコンディション、ラムダ、get トリガー、==up、or get トリガー、==down と記述することで、アップかダウンのオンオフが切り替わるまで、以下のプログラムを実行せず待機することができます。アップが true の場合、リンクアンダーライン1を0の位置に移動します。x2a.value=false と記述し、リンクアンダーライン1が50の位置にあることを示す x2 をオフにします。リンクアンダーライン1を0の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,0と記述します。括弧内の最初の0は、サーボコントローラーに定義されているノードリストの0番目を表しています。2つ目の0は、ノードが移動する目標位置です。x1a.value=true と記述し、リンクアンダーライン1が0の位置に移動完了したことを示します。ダウンが true の場合、リンクアンダーライン1を50の位置に移動します。x1a.value=false と記述し、リンクアンダーライン1が0の位置にあることを示す x1 をオフにします。リンクアンダーライン1を50の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,50と記述します。x2a.value=true と記述し、リンクアンダーライン1が50の位置に移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。先ほど Python スクリプトに記述したトリガーコンディションで、アップとダウンをトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウのアップを選択します。プロパティウィンドウの接続をクリックし、Python スクリプトを選択します。同様にダウンと Python スクリプトを接続します。
プッシャーが X 軸方向に動作するための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン2を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトアンダーライン2のプログラム内容は Python スクリプトと類似しているため、Python スクリプトのプログラムをすべて選択し、コピーします。Python スクリプトアンダーライン2のプログラムをすべて選択し、貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン2を編集します。4行目で参照しているサーボコントローラーの名前をサーボコントローラーアンダーライン2に変更します。5行目の変数名を POS-A に参照しているシグナルの名前をポジション A に変更します。6行目の変数名を POS-B に参照しているシグナルの名前をポジション B に変更します。7行目の変数名を X3A に参照しているプロパティの名前を X3 に変更します。8行目の変数名を X4A に参照しているプロパティの名前を X4 に変更します。ワークの情報を取得するため、センサーで検出したコンポーネントを格納するシグナルを参照します。シグナル=comp.findBehaviorコンポーネントシグナルと記述します。リンクアンダーライン2が移動するとき、ワークを追従させるため、コンテナを参照します。コント=comp.findBehaviorコンポーネントコンテナと記述します。押し出し先のテーブル A のコンテナにワークを格納するため、テーブル A を参照する必要があります。Python スクリプトを含むコンポーネント以外のコンポーネントを参照する場合、まず、Gemini のアプリケーションにアクセスします。Gemini のアプリケーションにアクセスするため、アプリ=get アプリケーションと記述します。次に、参照するコンポーネントを指定します。テーブル A を参照するため、テーブル A=app.findComponent テーブル A と記述します。最後に、コンポーネント内の参照するビヘイビアを指定します。コンテナを参照するため、コントに=table.a.findBehavior コンポーネントコンテナと記述します。プロパティの初期値を設定します。シミュレーション開始時、リンクアンダーライン2が0の位置にあるため、X3A を True、X4A を False に設定します。トリガーコンディションでトリガーとして使用するシグナルを POS-A と POS-B に変更します。POS-A が True の場合、リンクアンダーライン2を0の位置に移動します。X4A を False に設定することで、リンクアンダーライン2が100の位置にないことを示します。Servo.moveJoint でリンクアンダーライン2を0の位置に移動します。X3A を True に設定することで、リンクアンダーライン2が0の位置に移動完了したことを示します。POS-B が True の場合、リンクアンダーライン2を100の位置に移動します。X3A を False に設定することで、リンクアンダーライン2が0の位置にないことを示します。センサーで検出したコンポーネントをワーク A として定義します。コンポーネントシグナルの値に検出したコンポーネントが格納されているため、ワーク A=signal.value と記述します。ワーク A をプッシャーのコンテナに格納します。グラブメソッドを使用することで、コンテナやパスにコンポーネントを格納することができます。コント .grab、ワーク A と記述します。リンクアンダーライン2の押し出し位置は100のため、Servo.moveJoint 0,100に変更します。リンクアンダーライン2が移動後にワーク A をテーブル A のコンテナに格納するため、コント 2.grab、ワーク A と記述します。
X4A を True に設定することで、リンクアンダーライン2が100の位置に移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。Python スクリプトアンダーライン2に記述したトリガーコンディションでポジション A とポジション B をトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウでポジション A を選択します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプトアンダーライン2を選択します。同様にポジション B と Python スクリプトアンダーライン2を接続します。シミュレーションを実行します。接続グループのシグナルをクリックし、プッシャーを選択することで、シグナルエディターを表示します。ダウンをクリックしてオンにします。プッシャーが-Z 軸方向に動作します。ポジション B をクリックしてオンにします。プッシャーがワーク A を押し出したことがわかります。ポジション B をクリックしてオフにします。ポジション A をクリックしてオンにします。ワーク A は押し出す前の位置に動作するプッシャーに追従していないため、テーブル A に格納されていることがわかります。プッシャーでワークを押し出すとき、Python スクリプトで制御する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。